はい、皆さん、こんにちは。間違いながら学ぶ日本語作文3つ目の動画になります。今日は新しいテーマとして、家族を紹介する作文の書き方を学んでいきましょう。ここに1とありますが、これはパート1の方です。また違うバリエーションとしてパート2も用意してありますので、そちらの方もご覧になってください。では、行きましょう。いつものように何をお話しするか少し説明したいと思います。最初は文法ですね。文法はまずあります、いますの表現についてお話ししたいと思います。それから述部にある形容詞ということで、活用する方の形容詞について触れたいと思います。その次に表現ですが、家族の呼び方についてお話しした後、人の数え方、それから段落のまとめ方についても触れておこうかと思います。そして仕事ですね。家族を紹介するときに必要な語彙についても見てみたいと思います。最後は文字ですね。ひらがな、カタカナ、漢字、特にひらがなの長い音、書くときには発音と少し違ったルールを使わなければいけない時がありますから気をつけましょう。では行きましょう。文章はこんな感じで用意しました。タイトル、私の家族というふうにしておきました。読みますから聞いてください。私の父は会社員です。母はピアノの先生です。私は兄弟が2人います。妹が1人と弟が1人います。妹は高校生です。17歳です。弟は小学生です。11歳です。私の家は大学の近くにあります。家は広くありません。でも静かです。はい。以上、124字で書きました。だんだん長くなっていますが、まだそんなに難しい文法を使わないようにして書いてみました。大丈夫ですね。はい。では、見ていきましょう。まず、最初にお約束した通り、あります、いますです。英語で言うと、こういう感じなんですが、日本語では、ありますといます2種類あります。どういうふうに使い分けるかというとですね、私はこういうふうな言い方をいつもしています。動かないものに対してはありますを使う。それに対して動くものに対してはいますを使うというふうに説明します。というのは、教科書によっては生きているものをいますに使いましょう。生きていないものはありますです。というふうに説明しているんですが、それだと例えばね、植物、木とか花とか、そういうものは生きています。生きているんですけども、ありますを使う。逆に、ここにゾンビと書いておきましたが、ゾンビって多分死んでいるんだと思うんです。でも、動く。襲ってきたり、追いかけてきたり、人間を食べたり、とにかく動くので、ああいうやつらはいますを使います。ということで、生きているもの、死んでいるものだとカバーしきれないので、私個人としては、生きていようが死んでいようが、動かないものはあります。それから、動くものはいますを使ってくださいというふうに言っております。ただし、車やガンダムのように人が乗って動かすものはありますです。今ここに兄弟が2人いますとあります。弟、妹、姉、兄、兄弟は人間ですから動きます。だからいます。弟、妹、動きます。だからいます。ここは家です。家は動きません。ということで、家はありますとなります。いいですね。次に行きましょう。今度は形容詞です。日本語の形容詞は2つあります。い形容詞とな形容詞と言われているやつです。それで、この述部にあるときは活用します。例えば、い形容詞、広いです。このですがついた形ですね。ロングフォームでいうところの。他の言い方をすると、定例形ってやつですね。これを否定形で表現したいときは、広くありません。
あるいは広くないです。くが入ります。今度はな形容詞ですが、これは静かです。また、でがついた形ですが、静かな、なが落ちて、なの代わりにですがつきます。それがロングフォーム、丁寧形な形容詞の肯定ですね。それの否定ですが、静かじゃありませんか、静かじゃないですという2つの言い方があります。それで、よく最初の頃に見る間違いとしては、このい形容詞とな形容詞の活用を混同してしまっているような間違いです。広いはい形容詞なので、本当は広くありません、広くないですを使わなくちゃいけないんですが、い形容詞にな形容詞の否定形をくっつけてしまっているという間違いの形です。い形容詞の否定形はくが入りますから、本当に注意してください。だからここは家は広くありません。広くないです。となります。広いじゃないですじゃないです。でも静かです。いいですか？形容詞でした。次は表現に移りますが、自分の家族を自分が呼ぶとき、お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、こういうふうにおやさんをつけて呼ぶことは変じゃありません。ただ、自分より年下の人に対しては、普通に妹、弟だけです。妹さん、弟さんという言い方はしません。自分の家族について誰か家族じゃない人、例えばここにある先生に話すとき、お父さんは会社員です。それでもいいんですが、日本の敬語のルールとしては、自分の家族の外の人に対して家族について話すとき、このおとかさんとか敬意を表すような言い方はしません。だから、私の父は会社員です。私の母は先生です。私の兄は大学生です。私の姉は会社員です。そんな風に言います。ということで、ここの文章でも私の父は、母はを使ってあります。兄弟についてですが、ここ、兄弟が2人いますというふうに言った場合、日本語だと私の他にもう2人、つまりお父さんとお母さん、子供は3人だなというふうな意味になります。それで、兄弟が2人いますは、妹が1人と弟が1人いますということです。それでですね、兄弟っていうのは兄と弟という漢字を使うんですが、聞かれるときには兄弟がいますかというふうに聞かれます。それはお兄さんか弟だけ意味しているんではなくて、お姉さん、妹、女の子も含めてお父さんとお母さんの間の子供がいますかという意味になります。人の数え方です。これはちょっと特殊な数え方が混じっているんですが、漢字で書くと1と人、2と人、3と人、4と人、5と人、6と人、いつもそうなんですね。読むとき、この書き方で1人と読みます。同じように、この漢字の書き方で2人と読みます。これを1人とか2人とか読まないようにしてください。3人より後は大体同じなんですが、ここだけですね、4人じゃなくて4人になりますから気をつけてください。3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人、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 人というふうに続きます。次は段落についてです。大学レベルの作文では、この点が非常に大切になりますので、しっかり聞いておいてください。段落というのは、ここにね、ウィキペディアから引用してきたもんなんですが、テキストというのはたくさんのセンテンスからできています。そのセンテンスにもそれぞれ関係があります。何について話したセンテンスかということで、関係のあるセンテンス同士をまとめる。それが段落で、こういう関係のあるセンテンス同士をまとめて
段落を作るというふうな癖をつけるようにしてください。例えばこの文章だと、私の父は会社員です。母はピアノの先生です。この2つのセンテンスでは、お父さんとお母さんのことについて話しています。ということで、ここは1つの段落としておきました。はい、次の段落です。この2つ目の段落は、兄弟に関するセンテンスの集まり。そして最後、ここは自分の家についてのセンテンスを集めました。こんな風にしてつながりのあるセンテンス同士をまとめておくというのが段落です。これをすることで読みやすくなると同時に、自分の頭で今何について考えているのかを意識することができる。そしてそれによって論理性というものを見失わないようにすることができる。そのためにもこういうことを実践するということは非常に大事です。最後、ひらがな、カタカナ、漢字について少しお話ししたいと思います。長い音、家族について話すときは長い音の単語がたくさん出てきます。兄弟、妹、弟。はい。長いおの音はうを使うというルールでしたから、例外はありますが、ここはちゃんとルール通りに、兄弟と書いてください。妹、弟です。漢字で書くとね、全然気にしなくていいんですが、ひらがなで書くときは、兄弟とか妹とか、そんな風にはしないように。それから、お兄さん、長いいの音は普通にいでいいです。お姉さん、長いえの音で、ここはえを使ってありますが、普通はここにあるように、高校生、長いえの音はいを使います。これもそうですね。先生、なんですけども、ひらがなで書くときは、先生と書かなくてはいけません。長い音、ひらがなで書くときにいろいろと戸惑うことがあるんですが、漢字で書けば全然問題ないということなので、頑張って漢字を増やしていきましょう。カタカナです。カタカナ気をつけるのは、前も言いましたが、これ上からシュッといった、ね、この、例えばこのですね。これは下から上にヒュッと書いてますよというふうな、下が太くて上が細いということなんですが、ここで少し筆を使って動き方を見てみましょう。まずは、です。下から上に線を引く。そうは逆に上から下へスッと線を引く。そしてしは下から上にスッと引く。つは上から下。こんな感じです。もう一度赤い線で確認するとこうなります。最初に力を入れてだんだん力を抜いていくとこういう風な線になります。ちなみにこのんとそ、しとつは私たちは区別がつきません。しっかり下から上に、あるいは上から下に力を入れるところ、力を抜くところ意識して書くようにしてください。ここでは楽器のカタカナについて集めてみました。ピアノ、バイオリン、ギター、長い音です。エレキギター、長い音です。ドラム、フルート、長い音。サクソフォン、トランペット。最後は漢字です。これぐらいの漢字を使っておきました。まだそんなに難しい漢字ではないかと思います。しっかり漢字も増やしていくようにしましょう。家族の紹介についての作文、以上でした。今日お話ししたことは、この3つの教科書のだいたいこれぐらいのページに書いてあります。見ておいてください。はい、今回はここまでです。はい、
今回の動画いかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？家族の紹介、また練習問題も用意してありますので、そちらもご覧になってみてください。それから動画パート2もありますので、そちらもぜひご覧になってみてください。チャンネル登録していただけると頑張れますので、皆様の応援よろしくお願いいたします。本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。